電子工作の部屋。キヤノン EF マウントレンズマイコン制御実験。2022年1月。昨年作成した SV ボニー SV149 用アルカスイス互換マウントで EF レンズと天体撮影用 CMOS カメラを使って撮影を行う場合、絞りが電子制御のみでマニュアル操作できず、絞り開放でしか使用できません。また、フォーカスもモーター駆動できないので手動操作になります。シビアなフォーカス調整は実際、手動ではかなり難しいです。せっかくレンズが持っている電子制御機能を活かせないのがちょっと残念でした。最近、新井日記活動の記録というブログで、アルデュイーノで動かす EF レンズという記事を見つけました。接点の役割とコマンド、そしてサンプルスケッチも載っていて、これなら自分でも試せそうだと思いました。早速、作業を行っていきますが、参考にしたブログ内では、レンズ自体を改造して配線を引き出す方法が取られていました。これでは、レンズ交換のメリットが活かせません。そこで、電子接点付きの延長チューブを購入して、そちらを改造することにしました。また、CMOS カメラを接続する前提なので、SV149 の接岸部固定金具を流用します。レンズを固定するために、アルカスイス互換の足も必要です。配線を引き出すための穴も必要です。フュージョン360で、これらの要件を満たすアダプタをモデリングしました。今回は、マウント部の写真を撮って、それをガイドに位置決めするという方法を試してみました。ネジピッチの関係で、前後方向に2倍の長さでモデリングしています。接点部がむき出しになるように穴を開けています。バックフォーカスが前作よりも大きくなってしまったのがちょっといけていません。スライサーで Z 方向を 50% にして印刷を行いました。スライサー設定がいまいちだったようで、表面や内側がかなりガサガサになっていました。カッターやヤスリで修正を行って、なんとか使えるレベルにまで仕上げました。こちらが接点付きの延長チューブで、3個セットの中で一番短いやつを使用しています。カメラ側にこのような遮光リングがついていましたが、これと置き換えで作成したアダプタを装着することになります。なので、遮光リングを参考にして接続部の形状をモデリングしています。こちらが前回作成した SV149 用のアダプタです。この奥までネジを切って得られるバックフォーカスが理想なのですが、今回は接点金具の関係でかなり後ろに出っ張る感じになってしまいます。延長チューブの接点部分がどうなっているかというと、P をスプリングで押さえつけて、スプリング自体に電気を流す構造になっています。スプリングから配線を引き出そうかとも考えましたが、結局はカメラ側の接点端子部分に直接ハンダ付けするという簡単な方法としました。
さて、マウントにはめ込む前に配線をハンダ付けしておきます。今回は、ブレッドボードで使用しやすい単線タイプの配線材を使用します。色違いで7本を用意します。とりあえず 20cm くらいで切り出しました。ワイヤーストリッパーで先端部を短く抜いておきます。ハンダの付きを良くするために無水エタノールで接点部の油分や汚れを掃除します。フラックスも使用します。接点部に予備ハンダを持っておきます。配線をハンダ付けしていきます。最後にフラックスクリーナーで余分なフラックスを取り除きます。アダプタの穴に配線を通します。延長チューブを圧入します。ここが傾いていると肩ボケの原因になってしまうので、最後までしっかりとはめ込みます。
マイコン側の被覆を少し長めに剥きます。配線の色と端子の役割をメモしておきます。右の2本はフォーカスモーターなどの駆動用で 6V 電源のようです。また、左の5本は制御用で 5.5V となっていますが、通常のマイコンで使用される 5V でも一応動作するようです。Arduino の Uno 互換機の Cduino を使っていきます。3.3V と 5V を切り替えできるので、5V モードに設定します。5V は PC の USB ポートから供給します。モーター用の 6V は安定化電源から供給します。簡易オシロスコープで安定化電源の電圧の変化を確認しています。出力をオフにしてもいきなり 0V になるわけではなく、ゆっくりと加工していきます。まずはサンプルのコードを動かしてみます。簡易オシロスコープではサンプリング周波数が低すぎてクロックが三角山になっていました。なのでもうちょっとマシな2チャンネルのオシロスコープを使用しました。下段の青線がクロック端子の波形、上段の基線が模試端子の送信データの波形になります。2種類の1バイトの送信を交互に行っているのですが、送信データのタイミングが安定していません。レンズをつないでみましたが、案の定動きません。
しかし、いろいろ触っていたら、なぜか突然動き出しました。サンプルスケッチは、フォーカスリングを3秒ごとに最大と最小に回すというものです。安定化電源の画面に、現在の電圧値と電流値が表示されます。モーター駆動時に 0.2A ほど電流が流れているようです。さて、いろいろなコマンドを順番に試していたのですが、どうやら、絞りの動かし方がまずかったらしく、絞り機構を破壊してしまったようです。最大絞りの位置で固まってしまい、一切動かなくなってしまいました。一番使用頻度が少ないレンズで試していたので、故障しても仕方がないとは思っていましたが、いざ壊れてしまうと、もったいないことをしたという気分になってしまいます。しかも、これは、当時 EOS を使い始めて、一番最初に新品購入したレンズですし、フォーカスモーターは正常に動作します。最初、最大に動かした後、1000ステップ動かして、500ステップ戻すというコマンドに反応しています。その後、絞りを動かすコマンドを送ると、反応せずに電流値が跳ね上がります。一応、安全のために、安定化電源側で最大電流を設定しているので、故障するような過電流は流れませんが、その分、電圧が 2V まで降下しています。制御系は正しく反応しているように見えるので、駆動系のどこかが破損してしまったのかもしれません。ちなみに、このレンズを EOS に装着してみると、E99 というエラーコードが表示されて動かなくなります。レンズ故障になっているのは間違いありません。モーター駆動電源を 0V のまま動作させてみます。ズームを変更すると、現在の焦点距離を表示するようにしています。この部分は問題なく動作しています。絞り操作をスキップすると、異常電流は流れなくなります。リセットしてもう一度。
とりあえず絞りを制御しなければ普通に動作してくれるようです。が、絞りを制御できないのではほとんどやる意味がなくなってしまいます。で、安心して気兼ねなく実験できるレンズを今更ながら調達しました。ハードオフのジャンクコーナーに程度の良さそうな安い EF レンズが1本だけあったのです。これも運命と思い即ゲットしました。機構的に何か壊れているのかもとは思いましたが、自分の EOS に装着して試してみると普通に動作してレンズ自体も非常に綺麗な状態です。早速実験台に回してみます。が、安定化電源の出力のみをつないでみると、いきなり電流制限に引っかかりました。まだマイコンは動作させていません。いきなり壊れたかと思いました。マニュアルモードに変えても同じです。ここでマイコンを動作させてみます。すると、通常の電流値に変化しました。どうやら制御系が動いていないと、異常電流が流れるみたいです。しかしフォーカスが動きません。なぜだろうと調べていますが、原因は単純で AF モードに切り替えていないからです。切り替え後にマイコンをリセットしたところ動作するようになりました。しかし、レンズからの応答メッセージが一切届きません。ズームの焦点距離も拾えていないようです。古いレンズでこれらのコマンドに対応していないのか、正解がわかりません。とりあえず絞り制御が動作するのか、コードを変更して試してみます。
新しいプログラムが送り込まれました。すると、絞りを変更した途端に、電流が多く流れるようです。どうやら絞っている間は、電流がずっと流れ続ける仕様なのかもしれません。実際には、フォーカスと絞り位置が決まった後に、モーター側の電源を遮断するような制御を行えばいいのかもしれません。相変わらずズーム位置は拾えていません。そして絞りの動作です。フォーカス動作を行った後に、絞りを解放して、再度絞ります。また壊すといけないので、とりあえず絞り量は控えめにしてます。プログラム的には合っているようなので、再度故障したタムロンで同じプログラムを走らせてみます。絞りは反応してくれませんが、異常電流は流れています。つまり、動こうとはしているけど反応できない状態のようです。安定化電源のアップです。電流制限を少し上げてみます。だいたい 0.5A 以上は流れてしまっているようです。今度は
レンズを交換して純正レンズです。こちらは 0.3A くらいは流れるようです。正常に動いても、絞っているときはこれくらい流れるのが正解なのかもしれません。絞ったまま終わるのではなく、開放に戻すようにしたら、どうなるかを確認します。マイコンに書き込みます。最後に絞り開放に戻せば、電流は流れなくなるようです。絞った状態のままで、マイコンをリセットすると、最初から電流が大きく流れます。電流制限に連動して電圧が下がっているので、フォーカスモーターがゆっくりしか回りません。絞りが開放になった瞬間だけ電流値が下がります。ということで、リセット後の最初に絞り開放にするコマンドを叩くようにします。これで、リセット時の初期電圧効果は防げます。書き込みが終わったので、ここからリセットがかかります。結論、まず、最初に絞り開放状態にしてから、フォーカス操作を行い、最後に絞りを決定してから、モーター電源を遮断する、というような動作ができるように作り込むのが良さそうです。
続く。